古いお家での暮らしもずいぶん長くなりました。私が暮らすこの家は今年で多分築49年。古いからいろいろと不具合はありますよ。でも全体的には気に入ってます。小さな庭に咲く花で季節を感じられるしね。2階建ての古い建売り住宅。1階はダイニングキッチン、和室、洋室の3部屋です。古いお家の欠点は何といっても寒いこと。2階はポカポカしてる日でも1階は冷えます。階段を降りてくると途中で温度がぐっと下がるのがわかるほど。この差は一体何なんでしょうね。ちょっと肌寒いなっていうぐらいならエアコンでなんとかなるけど、真冬は無理です。ガスストーブが必需品。最近の家みたいに高気密じゃなくて、それなりに隙間風も入るけど、換気には気をつけてますよ。あったかい。私の家への向き合い方は、壊れたら直す。それまではできるだけ今あるものを大切に使うです。洋間とキッチンの床は15年ぐらい前に表面がペコペコしたから張り替えました。それぞれの部屋は本当は引き戸で仕切られてました。今は扉を外して広いワンルーム的な使い方をしてます。息子のアイデアでそうしたんですけどね。今の私にはこの使い方が合ってるみたいです。広い分暖房の効きは悪いけど、北側のキッチンまで太陽の光がちゃんと入ってくるのがすごくいい。唯一残ってる洋室を仕切る扉。でもこれを使うことはまずないな。古いお家の最大の特徴は窓が大きいってことかもしれません。最近のお家は高気密が優先されるから窓は少なめで小さめになりがちですね。外の空気や日の光を浴びていたい私としてはやっぱり大きな窓がお気に入りです。カーテン越しの光も好きだし、障子越しの柔らかな光も落ち着く。張り替えは 2,3 年に一度ぐらい。穴が開いたら張り替えます。割と簡単。自分でできます。もし古いお家に引っ越すなら、障子はリフォームしないで使ってみてください。日本のお家の良さが味わえます。キッチンも大きなリフォームなしで使ってます。最初は古めかしいなと思ったタイルも毎日眺めて愛おしくなりました。水がこぼれても全然気にせずさっと拭くだけ。タイルって本当に素晴らしい。今では断然タイル派です。壁はザラザラした繊維壁、そんな感じの壁だったのを自分で塗り替えました。もう10年以上前のことだけど、壁が白くなるだけでキッチンが見違えるように綺麗になって感動したのを覚えてます。古いお家の欠点はコンセントが少ないこと。特にキッチンは全然足りません。これから古民家で暮らす方へのアドバイスは、コンセントは増設してもいいかもってことです。といっても人それぞれ暮らし方は違うから、どのぐらい電化製品を使うのかじっくり考えてみてくださいね。ガスコンロとその下のオーブンはもともとついてたのが壊れて交換しました。壊れて仕方なく交換。痛い出費だったけど交換してよかったと思ってます。毎日自炊だし、パンやお菓子作りが趣味でほぼ毎日オーブンを使うから、
もうすっかり元は取れてます多分ね。電化製品はできるだけ減らす方向で、ご飯はガスで炊いてます。火をつけたらご飯のスイッチを押すだけ。この機能はもう手放せない。頑張ってちょっといいコンロをつけた甲斐がありました。便利なだけじゃなく、火力の強いガスで炊いたご飯は美味しいです。この日は節分だったから恵方巻きを作りました。具を甘辛く煮ておいて、お酢とお砂糖とお塩を合わせて寿司酢を作りましたよ。お店に行けば寿司酢も簡単に買えるけど、そんなにしょっちゅう使うわけじゃないしね。基本の調味料で作れるものはできるだけ買わない方向で。戸棚の奥に使い切れなかった古い寿司酢を発見なんてことを何度も繰り返して、もう買わなくていいよ、作ろうって心を入れ替えたんです。大好きな卵焼き、今日はうまくいくかななんて内心いつもドキドキです。でも誰かに見せるわけじゃないし、綺麗な形に焼けなくても味は美味しいから作りましょう。なんだか今日は調子がいいみたいです。おー、見た目はなかなかいいんじゃないですか。おにぎりだったらそのまま使う海苔だけど、お寿司にするならちょっと特別。軽く炙ったりしちゃいます。それでは巻いていきましょう。子供が小さかった頃は運動会のお弁当に海苔巻きを作ったりしたけど、今となっては年に一度恵方巻きぐらいしか作りません。7種類の具をのせてごまを振る。ここははっと一気に丁寧かつ勢いよく。強すぎず弱すぎず適度にぎゅっと引き締めて恵方巻きができました。美味しそうです。恵方巻き作りで力尽きたから、お茶だけ沸かしてご飯にしましょう。おかずはなしよ。恵方巻きの中に野菜もお魚も入ってるからね。古いキッチンは高機能じゃないけど、時間をかけて私が使いやすいようにいつの間にか整えられた台所。誰かが作ったものをそのまま使わせてもらうのとはちょっと違う私だけの台所。リフォームするかしないか、問題はそこじゃなくて、家と自分が少しずつ歩み寄っていく。そんな気持ちでいられたら古民家の暮らしが楽しくなりますよ。玄関のこの柵っていうんですかね、階段との仕切りなんですけど、これもまた本当に古めかしいと思ったものの一つです。でも毎日目にしてるとなんだか面白くなってきました。プラスチックじゃなくて木。安い建売りでも昔はちゃんと本物の木を使ってるのがいいですよね。もしこの古い家を誰かが買ったとして、これを一目見て古臭くて嫌だってすぐに壊しちゃうとしたら本当にもったいない。
ちょっと立ち止まってしばらく見てると、どこか味わい深いと思えてくるものです。それが古民家暮らしの楽しみだと思うんですよ。それを味わい探しって呼んでます。この辺りも壁紙じゃなくて木です。木だから傷つきます。それが自然です。本当に気になるならヤスリをかけてニスを塗り直すのもありですね。そのぐらいなら DIY でいけそうです。玄関の床、キッチンと洋室の床ももともとはこんな感じでした。ペコペコするまでこれはこのままで。トイレです。昭和の香りが満載のタイルの床はこの色合い、そしてこの形。昭和の水回りに本当によく見かける光景なんです。でも大丈夫、慣れます。というか意外と気に入ってるかも。それにタイルの床は便利なんですよ。思う存分掃除ができます。最初はこれまた古臭いと思ったトイレのドアノブ。一周回って、いやもう3周ぐらい回って、今ではすっかり味わい深い。洗面所はプラスチックの古い棚を取り払って自分で作り変えました。洗面台は49年前のまま。小さめだから水を飛び散らかさないように注意して丁寧に使ってます。そのおかげで所作が美しくなったような。さて、初公開のお風呂場です。ここは見せるのに勇気がいります。古民家は住んでみて必要なところだけリフォームするのをおすすめしてるけど、そんな私がチャンスがあれば真っ先にリフォームしたいと思ってるのがお風呂場です。タイルの床、ステンレスの浴槽。実は追い焚き機能が壊れたのをきっかけに湯船に浸かるのをやめました。お風呂で何度か寝落ちしそうになってもうやめようと決めました。毎日使うのはシャワーだけ。湯船に浸かりたいときは徒歩5分の昔ながらの銭湯に行くことにしてます。ここをリフォームするなら浴槽を取り払ってシャワールームにしたい。でも味気ないプラスチックのシャワールームは嫌だな。窓好きとしてはシャワールームにも窓が欲しい。となるとユニットじゃなくて造作のシャワールームですかね。リフォーム費用は置いておいて夢は大きく膨らみます。まあそれはさておいて、サボってたお風呂掃除をしました。シャワールームへのリフォームはまだ夢の途中だけど、シャワーを取り替えてみます。これは今年中にやりたいと思ったことの一つです。古いシャワーに最新のシャワーヘッドはちゃんとはまってくれるのか。気合十分で臨んだものの5分で終了。あっけないほど簡単でした。ついでに汚れてたコーキングを剥がして新しくしましたよ。コーキングが白いだけで気分が10倍明るくなるから不思議なものですね。シャワーの時間がますます楽しくなりそうです。最初にお話しした通り、古いお家は寒いです。逆に夏は涼しいんですけどね。まあいいこともあれば残念なこともある、そんな古民家の暮らしです。冬の寒さ対策はストーブだけじゃありませんよ。温かいものを食べる、これも大切。ほっかほかの肉まんを作りましょう。薄力粉、強力粉、お砂糖、お塩、インスタントドライイースト、ベーキングパウダー、
植物油とぬるま湯。詳しい分量は概要欄を見てくださいね。柔らかい生地だからその分ベタつくのは我慢して頑張ってこねます。こねてると体が温まってくるから、これも寒さ対策ですね。こねるのに飽きたら叩きましょう。6個に切り分けて丸めます。乾燥しないように布巾をかけて休ませて、その間に肉まんのあんを作ります。今日は辛口肉まんだから長ネギを使うことにしました。甘口肉まんなら玉ねぎでお願いします。ここはフードプロセッサーの力を借りて材料を次々に入れてみじん切り。本当はお好みの材料でいいのだけど、干し椎茸はぜひとも入れてほしい。味付けはごま油、オイスターソース、お酒、お醤油、干し椎茸の戻し汁、胡椒、ベーキングシートを6枚、蒸し器を出します。さあ仕上げていきましょう。伸びのいい生地だから丸く伸ばすのも楽ちん。あんを包むのに生地を引っ張っても破れない、とっても扱いやすい生地なんです。全部包めたらほんのり暖かい場所で少し発酵させますよ。スープを作りましょう。冷蔵庫に残ってたレンコン、大根でも大丈夫ですよ。干し椎茸の戻し汁と足りない分のお水、レンコンを煮ながらきのこの準備です。本当はこれきのこのスープなんです。油揚げも入れちゃいましょう。体が温まるように唐辛子、お醤油とか味付けは適当に。味見して何かが足りない。黒酢を少々入れてみようかな。肉まんがちょっとふんわりしましたね。これで発酵は終わりです。蒸し器のお湯を沸かしましょう。ぬか漬けの白菜も食べようかな。お湯が沸いたら蒸しますよ。15分ぐらい強火でね。
ほかほかですね。いただきます。新しいお家でも古いお家でもあったかいご飯があれば幸せなんです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も